こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。めちゃくちゃかっこかわいいイラストですよね。マロさんの作品で、タイトルは狂犬男子。斉藤先生こんばんは。自分は中学生で趣味として描いているのですが、もっと上達して Twitter などのネットで反応が増えたらいいなという気持ちで応募させていただきました。自分のイラストは自分ではよく描けたなと思っているのですが、他の人のイラストを見ていると、自分のイラストってなんだかパッとしないなと思ってしまいます。自分で色々考えたりしているのですが、いまいち解決方法が思いつきません。直した方がいいところは全部言ってください。よろしくお願いします。アイビスでやっているので PSD データが貼れません。お手数をおかけしますがよろしくお願いします。顔のバランスや色使いが自分で気になっているので、そこをやってほしいです。とのことです。はい、バランスもね、色使いもめちゃくちゃいいと思いますね。いやー、さっきも言いましたけど、とってもね、かっこかわいいイラストで雰囲気めちゃくちゃいいと思います。キャラクターの表情もね、ものすごく魅力的に描かれているので、その点もね、とてもいいと思いますね。ただですね、じゃあなんで作者のマロさんが言うように、自分のイラストはなんだかパッとしないなと思っちゃうかっていうとですね、これはですね、明確な理由があります。マロさんの絵が雰囲気もキャラクターもいいのに、いまいちパッとしない理由はですね、イラストにピントが合っていないからです。はい、もうですね、ただそれだけ。だから今回はもうそんなに大げさに絵全体に対して色味をいじったり、新たに何か付け加えたりしてそういうことはね、一切やりません。ほとんどの手数をピント合わせることに終始して、どれだけイラストの見た目がアップするのか、皆さんにお見せしていこうと思います。多分ですね、今日の添削、最終的にはほとんど変わっていないのにもかかわらず、あれでも確かにパッとするようになった。っていう変化を見ていただけると思うので、おーってね、驚くと思いますよ。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう。はい、それではですね、体のピント合わせからまず行ってみましょう。ピントを合わせるって、どういうことって思うかもしれませんが、要するにですね、細部に目が行くってことです。マロさんの絵が雰囲気がいいにもかかわらずパッとしない感じがするのはですね、雰囲気がよく、おってね、目が一瞬行くんだけど、そこで細部の書き込みがあんまりないせいでね、一度絵に向けられた視線が、スルーってこう滑ってしまって、興味をそこで留めておけない状態になっているんですよ。パッとしないっていう状態って言葉で表現するとそんな感じです。なので細部を書き込んでいけばいいんですが、細部をね書き込むためには細部のことをよく観察しなければいけませんので、はい、こんな感じでね写真を撮ってみました。もうねこうするのが一番手っ取り早いんですよ。でね、この写真で絵に反映させられそうなのは、例えばですね、このね指のシワだったり、あとはねこの口元ですね、この口元だったり、あとはこの首筋、この辺もね若干参考にできると思います。特にねこの歯ですね、歯はですね、よく見るとほらこっち側の方が若干こう正面よりも暗くなっていて、この影からね平らじゃなくてこう円柱状になっていて、奥歯が奥まっているのがわかりますよね。ほらこっち側がより正面よりも奥になって円柱状になっているのがわかると思います。こういうね細かい部分を拾っていくことも情報を足すのにはすごく大事です。はい、ではねまず最初にここから修正していこうと思います。このね首の角度ですね、このビヨーン、はい、若干傾けてみました。ちょっとね体の位置とかも微妙に調整します。こんな感じかな。間を埋めていきますね。やってみます。はい、こんな感じ。ちょっとね、最初の手数は、ピントはね、一見関係ないように見えたかもしれませんが、少しね、首をかしげさせました。口にね、指を突っ込んでこう、グイって引っ張ってるので、少しね、力を入れると、こっちに顔がこう、引っ張られると思うんですよね。なので、その感じを表現するために、細かいですけどね、微調整してみました。次に、服のシワを描いていきましょう。まずは左半分から。はい、こんな感じです。ちょっとね、ポイントとしては、左肩を少し上げるのがポイントですね。ほら、このポーズにすると、左肩、
上がりますよね。それとね、シワを描くときには線も重要ですが、こんな風に影を利用すると、より立体的で自然な感じになると思います。同じように右半分もやっていきますね。はい、こんな感じ。ここまではね、あんまりピント合わせについては関係ないんですが、絵として自然に見せるための下準備の部分です。ここからの作業でね、どんどんと絵にピントが合っていくと思いますよ。注目です。それでは次は首の調整をしていきますね。描いていきます。はい、首の筋をですね、陰影や線をうまく使ってはっきりと描いてみました。全部ね、線で描いてしまうと気持ち悪くなってしまうんですが、陰影をうまく使うことでピントがあって、はっきりとした印象を作り出すことができます。それと、この首輪ですね、これもちょっとぼんやりした形になってしまっているので、はっきりとさせていきましょうか。はい、こんな感じです。特にですね、ここの厚みの部分ですね。ここはこのヘリの部分にハイライト、これをね、追加することで、このぐらいの厚みがあるのねってね、見ている人に伝わりやすくなるので、これだけではっきりとしたピントがあった状態を作り出すことができますね。さらにピントを合わせるために、影を利用することも大事です。例えば、こんな風に。はい、ドーナツの首飾り、少しね、位置をずらしたんですが、大事なのはそこじゃなくて、この影の部分ですね。これです。この影を追加したことで、アクセサリーの存在感が増して、そこにピントがあった状態を作り出すことができました。あとは、この絆創膏ですね。ここはですね、絵としてね、とても印象的なアイテムなので、ここはしっかり描きましょう。今ね、こう、アップにするとすごくわかるんですが、形がね、ちょっとぼんやりとしすぎてしまっていますよね。これはかなりもったいないです。描いてみますね。はい、こんな感じです。絆創膏ってね、よく見ると通気性を保つために、こんな風にね、こう穴ぼこが開いてますよね。こんな感じで。そういう細部を見てしっかりとね、表現しましょう。鼻の絆創膏は今の状態ではまだ残してあるんですが、ほら、これだけで首元の方に今ね、ピントがあった感じがわかるでしょ？さて、体の調整は終わりましたので、今、体の方にピントがあって印象が強い状態になってしまいました。ですが、やっぱりこのイラストの主役は顔だと思います。顔に一番ピントが合っていなければいけません。そのためには、まずはやっぱり口の書き込みからやっていきましょうか。はい、こんな感じですね。さっきも言いましたが、歯って真っ平らじゃありません。奥歯に行くに従って奥側に湾曲していますので、ここがね、暗くなるはずなんですよね。それと歯茎とか歯の形状、ここもちょっと曖昧だったので、しっかりと書き込んでいった方が印象が強いイメージになると思います。そして、このほっぺを引っ張っている手ですね。ここもさらに書き込んでいきます。
はい、こんな感じです。やっぱり大事なのは、ここのね、ここのシワでしょうか。ここにシワがついていることで、こう、グイーッと力を入れて頬を引っ張っているような感じが伝わるので、こういう細かい部分でもキャラクターに存在感を表現することができますね。あとはね、頬の絆創膏と輪郭周り。ここもね、しっかり書き込んでいきましょうか。はい、こういうアップの絵に関しては、こんな風に鼻の穴を描いてあげてもいいと思いますね。輪郭も若干ですが強調してみました。まあ多分ね、これ見ている人は、そんな細かい調整だけで最終的な印象って変わんの？なんかそうは見えないんだけどって思っているかもしれませんが、いやもうこれね、ほんとこれだけ。絵がパッとしないときは、今やってきたことを意識するだけでも、すごくね、絵がパッとするようになっちゃうんですよ。はい。最後まで楽しみにしていてくださいね。さあ、首元のと同じように絆創膏、ピント合わせていきましょうか。はい。こんな感じですね。やっぱりね、絆創膏の印象大きいですね。これだけでもピントがあった感じがぐぐっと増します。さあ次は目をやっていきますね。目はイラストの中で一番視線がいってほしい部分なので、書き込みを増やしてしっかりとピントを合わせていってあげましょう。はい。とりあえず左目だけ書き込んでみました。どうでしょう？さっきよりも目に視線が行くようになって、インパクトが増した感じがすると思います。では残りの右側の部分も書き込んでいきましょうか。はい。右目も書き込んでみました。いかがでしょう？見比べると絵の印象が強くなった感じがすると思います。これはね、好みにもよりますが、こんな風にはい、眉間のシワなどを若干書き加えてあげても、より表情にニュアンスが感じられていいかもしれませんね。さあ、顔の中身はこのぐらいで、最後は髪の部分の調整に移っていきます。で、髪の毛はですね、あんまり大きな変更点はないんですが、強いて言えばこんな部分でしょうか。はい、後ろ毛の部分なんですが、ここはね、画面に対して奥まっているので、若干ですが、周りよりも暗く落としてみました。そうすることで、この明るい顔の肌色と対比になりますから、顔周りを強調するっていう狙いがありますね。あと、ちょっとこれは細かいんですが、耳についてるピアス。この形もよりはっきりさせていきましょう。こんな風に。はい、ちょっとですね、ヨレヨレとしていると、印象がね、あまり良くないので、こういう細かい部分でもしっかりと形を整えるのは大事ですね。あとは前髪のこのハイライトの部分。ここですね。ここはもう少しはっきりとパッキリと描いてあげると、周りの色とのコントラストが強調できて、より印象がはっきりすると思います。やってみます。
はい、こんな感じですね。マロさんは結構ボケ足が強いブラシを使いがちだと思うんですが、それもあってね、ちょっと全体的にぼやっとしがちな部分があると思います。なだらかな面を描く場合にはそれでも全然構わないんですが、よりピントを合わせて形をしっかりと強調したい場所を作る部分には、もう少しね、ボケ足がないブラシを使ってあげてもいいと思います。次も結構細かいんですが、この紫の薄い部分が1影だとしたら、この濃い紫の部分はこれ2影だと思うんですけど、この2影の濃さが重なっている目の印象をここですね、弱めてしまって、結果的にね、ピントの合ってなさにつながっているような気がします。なので、ところどころ2影の部分をちょっと取っていきたいと思いますね。はい、こんな感じ。で、今影を取って印象が弱くなってしまった部分に、最後に若干線で印象の強さを補完してあげてもいいかもしれません。微調整します。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？色味とか形は全然変化がないのに、ほら、全体的にすごくピントがはっきりあって、パッとした印象になったでしょ？そう思いませんか？はい、今回のイラストは印象が弱くてパッとしなかったイラストを絵全体のピントを合わせてパッとするようにするにはどうすればいいのかという観点で添削を進めてきました。まずは体のピント合わせ。特にこういう大きくトリミングされているイラストって見切れている部分の形が想像だけでは補いにくいので、面倒でもね、こんな風に写真を撮って参考にすることで力のかかり具合とかシワの参考にもできるので、よりしっかりと書き込んでピントを合わせるためには重要だと思います。そして顔と髪の毛のピント合わせですね。いつも言っている通り、目と口といった顔の中身のパーツはもちろんそうなんですが、今回の絵についてはこの絆創膏、こういう重要アイテムをしっかりと描いてあげることも絵のピント合わせには大事な要素の一つです。描くのがね、ちょっとめんどくさいなっていう風に思うところもあるんですが、これだけでぐっと絵にピントがあって引きつけた興味を絵に留める力になると思います。それがね、パッとするっていう感覚の正体だと思いますね。なかなか絵がパッとしないなーってお悩みの方はぜひ今回の添削を参考にしてご自身の絵を調整してみてください。きっとね、今までよりも一段階パッと魅力的なイラストが描けるようになると思いますよ。それと今回は顔周りの描き込みについてお伝えしてきましたが、逆にね、書き込みすぎてしまってなんだか全体的にいい感じに見えなくなってしまったというお悩みもあると思います。そんな時にはこちらの動画、気まぐれ添削74、なぜリアルに見えないのかプロが解説がおすすめです。これ結構ね、書き込みを意識的に行うとみんなやってしまう落とし穴があって、それに陥らないためのね、大事なポイントが含まれた動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ添削あっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。急に思いついてやっちゃった。